今回はクリアカラーについてなんですけれども、クリアカラーを作っていくのに今まではジェルとクリアを混ぜて作っていくカラー、そしてあとはアクリルとジェルを混ぜていくという風でですね、2タイプで私使っていたんですけれども、その中では断然アクリルで作っていく方がクリアカラーは透明感があって素敵だったんですけれども、最近ブリーディングインクですかねが多くなってきたので、ちょっとそれだとどんな感じになるのかというのをですね、今回は3タイプに分けてちょっと実験がてらやってみました。それではまずインク、アクリル、ジェルの3タイプのカラーを作っていきたいと思います。クリアジェルは私のお気に入りメルティーのクリアジェルと混ぜていきます。赤とグリーンのカラーで試していきますので、まずは赤のカラーから作っていきたいと思います。クリアジェルを2箇所ですね、こんな風にパレットに置いていただいて、まずはインクタイプのものからですね混ぜていきます。これビューティーネイラーのピグメントリキッド、ちょっと茶色がかった感じの赤なんですけれども、これをですねクリアジェルに混ぜていきます。一度どんな感じで混ざるのかというのも含めて、最初は1滴2滴ぐらいでどんな風にクリアジェルとですね混ざっていくのかを見ていただくといいかなと思います。このインクはもともとが結構濃いめのカラーなので、2滴入れただけでこんな風に結構濃さが出てくる感じです。最終的に3滴で結構いい感じの濃さが出て透明感もある感じです。混ざり具合は結構いい感じに分離することなく混ざってくれました。では続いてアクリルカラーですね、混ぜていきます。このアクリルカラーは、以前の動画でご紹介させていただいたリキテックスのものをですね使っているんですが、この赤だけだとさっきのこのインクよりですねちょっと明るめになってしまうので、この赤のカラーと後から少しですね茶色も混ぜていきます。で1滴入れただけなんですけれども、こんな風にアクリルは結構分離しやすいのでしっかりと混ぜてあげてください。一滴といっても実際スポイトにくっついてくるこの一滴がですね多い場合もありますので、クリアと混ざった感じの色合いを見てインクの濃さと同じぐらいになるように調整してあげてください。そして少しですね焦げ茶のカラーを足していくんですけれども、本当にほんの少しでですね結構濃くなってきますので、茶色の加減はですねちょっと多すぎたなといった場合はティッシュとかで吸い取ってあげて色合いをですね調整していただくといいと思います。今見ていただいて分かるようにインクに比べてアクリルはですねジェルと混ざり具合が本当に分離しやすいので混ざりにくいんですけれども、しっかりと混ぜてあげれば同じようにですねジェルとして使っていけると思いますので、しっかり混ぜるのを注意してあげてください。続いて今度はグリーンのカラーで作っていきたいと思います。同じようにまずはインクからですね、これ色ジェルのブルーミングリキッドなんですけれども、さっきのビューティーネイラーのものに比べると1滴2滴入れただけでちょっと薄い感じがわかると思うんですが、同じインクでもやっぱりメーカーによってちょっと濃さが違うのかなと思いました。ですので単純に濃いめに作りたいときは何滴かですね濃いめに入れていただくといいんですけれども、ジェルと分離しない程度にですね濃さを作ってあげるといいかなと思います。でもしくは濃く出したいときはですねアクリルカラーで作っていただくのがいいかなと思います。そして続いて同じようにですねアクリルカラーでインクと同じような感じの濃さを出すようにですね調整して作っています。少しインクがブルーグリーンのような感じのカラーだったので、グリーンとブルーを足してこんな風に作ってみました。木のインクに比べるとちょっと今回は薄めのインクなので、これくらいであればアクリルでですねグリーンの濃さを出してあげるのもいいと思います。では続いてジェルカラーの赤でですね同じようにクリアから作っていきます。少しずつ調整しながら足していくんですが、今混ぜてみて分かるようにですねどうしてもやっぱりジェルはですねちょっとやっぱもやがかかったような感じでクリア感がさっきのインクとかアクリルのカラーに比べると全然違う感じが分かると思います。実際爪にのせてまたクリア感見てみたいと思います。ちょっと5本の指しかないので赤だけですね3種類のインク、アクリルそしてジェルカラーで赤をですね比べていきたいと思います。グリーンはインクとアクリルだけでどちらが透明度が強いか確認していきたいと思います。まずはでは小指にですねインクで作ったクリアカラーをのせていきたいと思います。クリア感透明度が分かりやすいように根元グラデーションにしていきます。根元グラデーションのやり方は前回の動画でもご紹介していますので、ここでは詳しくは省略させていただきます。今インクのカラーですね根元に置いただけで本当に濃いんですけれども透き通った感じの透明感が伝わると思うんですが、
やっぱりこのインクの濃さはさすがだなと思ってちょっと塗っています。しっかりと濃い色が出て、そしてクリア感があって積む感じがなく、赤がしっかりと発色されているので、見ているだけでも本当に綺麗なクリア感だなと思います。さっきのカラー作りの時にもですね、インクってジェルに結構さっと混ざる感じがあったので、その分この根元の濃いところにですね厚みを増さなくてもしっかりと赤な色が発色してくれるので、薄い感じでですねデザイン作っていけるなと感じました。こんな感じです。クリア感が半端ないですね。では続いてアクリルカラーでやっていきたいと思います。アクリルカラーは普段から使っているので使い慣れているからもうクリア感バッチリだろうと思っていたんですけれども、最初にインクのカラーから使ってしまったので、カラーを根元に置いた状態でですね見てみると、やっぱりクリア感が違うなと感じてしまいました。やっぱりさっきのインクに比べるとクリア感がちょっと半減してしまいますね。ですがアクリルカラーもですね根元にしっかりと濃いカラーを入れてあげて、だんだんとですねぼかしていただければクリア感はですねいい感じに表現できると思いますので、濃い部分と薄い部分の差をですねしっかりとつけるようにデザインしていただくといいと思います。はい、こんな感じがアクリルのクリア感です。続いて最後にですねジェルカラーでアクリル感ですね作っていきたいと思います。同じように根元に濃いカラー、そしてだんだんとですねぼかしていく感じで根元グラデーションを作っていきます。ジェルカラーもですねこんな風に根元に置いていただくとさっきのアクリルに比べるとまたさらにクリア感がやっぱりちょっと少ないのがですねわかると思います。ジェルでのデザインの時にですねちょっとしたクリアカラーをこう作って、デザインの中に入れ込んでいく分にはジェルでも十分いいと思うんですけれども、本当のクリア感を楽しんでいくカラーを作っていく時にはですねやっぱりしっかりと濃さが出て、その色のですね発色がよく出るアクリルだったりとか、あとはインクで表現していくのがいいかなと思います。ただこのジェルカラーでもですねさっきのアクリルと同じように濃い部分と薄い部分をはっきりとですね濃淡を出してあげることによってクリア感もですね表現していけると思いますので、そんな風に使っていただくといいと思います。はい、こんな感じで3タイプ、小指がインク、そして薬指がアクリル。まずはこの2本見比べていただくと分かるように、やっぱりインクで作ったクリアカラーがですねダントツ透明感が強いのが分かると思います。またトップジェルを重ねていくとクリア感がですねまたよりすごくなってきますので、トップジェルをコーティングしてから見比べていきたいと思います。では続いて中指と人差し指にグリーンのカラーも同じように見比べていきたいと思います。まずはインクで作ったグリーンのカラーですね。これはさっきのビューティーネイラーのインクに比べると色ジェルのカラーですねちょっと薄めなので、さっきの赤のインクの透明感ほどはですね出てないかなとは思います。もちろん濃く作っていただければ結構な濃さが出ると思うんですけれども、あまりインクを入れすぎてしまってもやっぱりジェルがですねシャバシャバになりすぎてしまうので、たくさん入れて濃さを出していくぐらいであればアクリルカラーでですね濃さを持ってあげるといいのかなと思います。今からアクリルカラーをやっていくんですけれども、今作ってみた感じですね、アクリルといい勝負のクリア感かなと思います。ですがまた赤のクリア感とは違うんですが、グリーンでもクリア感は結構出ているので、これでも十分クリアジェルとして使っていける気がします。では続いてアクリルカラーでやっていきたいと思います。同じように根元に濃いカラーをのせてぼかしていきます。今回このグリーンのカラーはインクのカラーもちょっと薄めだったので、同じようなものかなと思って爪の上に乗せてみたんですけれども、ちょっとこの画像では分かりにくいかもしれないんですが、やっぱりアクリルに比べるとインクの方がですね若干クリア感が強かったです。さっきのインクと同じような感覚でですね量も同じようにのせているんですが、今の段階でも根元のところですね濃いめに置いてるつもりなんですが、やっぱりちょっと薄い感じが伝わると思います。ですのでやっぱアクリルカラーで根元グラデーション、この濃さをですねしっかり出していくときには厚みをやっぱ足していかないと濃い部分がですねしっかりと出ないので、ジェルの厚みを薄めでクリア感を楽しんでいきたいときにはインクをですねやっぱ使っていただくのがいいかなと思います。はい、こんな感じの違いになります。やっぱり右側のインクの方がですね若干クリア感が強いのが分かります。
はい、こんな風にですねクリア感ちょっと試してみてきたんですけれども、実際にトップジェルをコーティングしてもう一度クリア感をですね見比べてみたいと思います。そして今回使っていくトップジェルはですね、前回の動画でご紹介をさせていただいた色ジェルのグロッシートップジェルでコーティングしていきたいと思います。このグロッシーのトップジェルですね、本当にこれは透明感がよくって、通常のジェルでもですね透明感が半端ないということがですね分かったので、今回のこのクリア感試していくのにちょうどいいと思って使っています。このグロッシーのトップジェルを使っているので、クリア感がですねより本当に透明感が増して綺麗に見えてくるんですけれども、通常のトップジェルでコーティングしていく場合にはクリア感をより強くしていくためには、少し厚めにトップジェルコーティングしていただくと透明感がより生きてくると思います。ですが一番最初にやったインクのこの小指の赤のところはですね、本当にこれはクリア感が半端ないので、トップジェルでそれほどですね厚みを出さなくても十分クリア感があるので、薄付きの方にはですねこのインクで作っていただいて薄くコーティングしていただくのにはベストかなと思いました。はい、では全体的にコーティングしていただいたら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。前回の動画でもお伝えしたように、クリア感をですね生かしていくためには光のラインを出していくのが大事になってくるんですが、光のラインを出すと同時にですねサイドのラインも目に見えない凸凹感をですねしっかりと整えてあげることによって、またですね光のラインが綺麗に通ってきますので、この形の整え大事にしていただくといいと思います。はい、それでは最後にですねもう一度艶出し感覚でグロッシートップジェルさっさと塗っていきます。この艶出し感覚のトップジェルですね、さっさと塗っていくんですが、あまりさっさと塗りすぎてしまっても筆跡がついてしまうと、せっかくの光のラインがですね半減してしまいますので、筆跡がつかないように少し多めに取っていただいたものを拭うような形で塗っていただくといいと思います。それでは早速こんな感じで最後仕上げた爪をもう一度見比べていきたいと思います。はい、こんな感じです。インク、アクリル、インク、アクリル、そしてジェルという順番になっています。赤のカラーはダントツですね、小指のインクがやっぱり透明感が強いというふうにさっきもお伝えしていたんですけれどもが分かりやすいと思いますが、グリーンのカラーもやっぱり見比べてみないと分からない部分ってたくさんあると思いますので、こんな風に見比べていただくと、もちろん赤のインクに比べるとグリーンのインクちょっと薄めだったんですが、アクリルに比べると透明感が強いのがわかると思います。そしてジェルで作ったクリアカラー、この親指もですねインクやアクリルに比べると透明感がやっぱり半減はしてしまうんですが、しっかりと濃さの濃淡を作っていただいて、トップジェル、そして上に重ねていく艶出しをですねしっかり透明感の強いものを使っていただくだけでクリア感のデザインも楽しんでいけると思いますので、これもですね少し参考にしていただけると嬉しいなと思います。今まで使い慣れていたアクリルなんですけれども、このアクリルカラーがですね一番透明感が強くて、もうこれにはかなわないだろうと思っていたんですが、インクでのクリアカラーの方が勝ってしまいました。ですが今まで使っていたホルベインのエアロフラッシュ、このアクリルカラーがちょっとなくなってしまったこともあって、今回新しいアクリルカラーに切り替えたので、もしかしたらエアロフラッシュの方がアクリルでのこの透明感がですね強かったのかもしれません。今回のこの見比べでビューティーネイラーのインクカラーが透明感が強いということが分かったんですが、使い方やデザインによってはですねクリアカラーいろいろと楽しんでいけると思いますので、今回の見比べ実験少しでも参考にしていただけると嬉しいです。で、私も今回ですね新しくアクリルカラーリキテックスを購入したばかりなんですけれども、透明感が強いデザインを楽しんでいくときにはインクを使っていきたいなと思いました。インクももちろんメーカーやカラーによっても濃さの加減が違ってくるかもしれないので、またその都度ですね違う色とかメーカーを使うときにご紹介していけたらと思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。ご紹介させていただいたようにクリア感を出していくにはですねブリーディングカラーが一番だということが今回の実験で分かったので、これから今後ですねデザインの中でクリアカラーを作っていくときにはブリーディングインク使っていきたいと思います。続いて我が家のちょっとした出来事です。まずは前回の動画と誤差が出てしまいましたが、明けましておめでとうございます。
今年は初めて親戚の集まりもなく、コロナでどこも行けないというお正月ですが、初めてのお正月を迎えたちび息子も加わり、毎日賑やかな我が家です。今年も我が家ともどもよろしくお願いいたします。そしてこのお正月休み、普段お勉強を頑張っている中娘が30日から元旦までの3日間、塾と勉強がお休みなので自由な時間を過ごしていたんですが、その自由な時間の使い方がクリスマスプレゼントでもらったスイッチのゲームでドラゴンクエストにハマっているんです。ドラゴンクエストって私的な勝手なイメージなんですが、男の子がやるゲームだと思っていて、きっかけは旦那が教えたんですけれども、それにハマってしまった中娘。自由な時間なのでありはありなんですが、私が寝ている時間もやっていたのではっきりとはわからないんですが、間違いなく1日12時間以上は私が音楽を覚えてしまうほどやっているんです。そしてなんと年越しもドラクエ。テレビを見ながら3、2、1とカウントダウンをしたかったんですが、なんとドラクエでカウントダウンしてしまいました。1日目2日目でドラゴンクエストの1、2とクリアしたみたいですごい喜んでいて、3を3日目で頑張っていたんですが、やっぱりさすがに3は難しかったようで、インターネットでクリアの仕方を一生懸命検索しながら頑張っていました。一生懸命これがこれでね、こうでねというふうに説明をしてきてくれるんですけれども、私にはちんぷんかんぷんで全くすいません興味がないので、何が楽しいのか全く分かりません。結局3日目ギリギリまで頑張っていたんですが、クリアしきれず、ゾーマは倒したんだけどその後のがクリアできないと嘆いていました。私には意味が分からなかったんですが、また勉強を頑張った後に楽しんでくれたらいいと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。